こんにちは。関西大学社会学部の永井です。しばらくご無沙汰いたしましたが、いかがお過ごしでしたでしょうか。今日は千里山キャンパスにございます関西大学博物館に来ております。2023年の春、尼崎市立歴史博物館で阪神間に戦前期にあったダンスホールに関する企画展を開催いたしました。阪神間の尼崎小田地区は戦前期ジャズのメッカであり、ダンスホールの王国ともいえる地域だったのですが、あまり振り返られることがありませんでした。その時代の資料を見ていただく展覧会だったのですけれども、予想以上の反響をいただきました。ありがとうございました。今回は対象となる時代や地域を広げて、1920年代から1940年頃にかけての東アジアのダンスホールに関する資料を広く見ていただく機会を設けました。ここ関西大学博物館、関西大学図書館ギャラリー、それに第三学者、社会学部学者のギャラリーゾーンで見ていただきます。さらに尼崎市立歴史博物館においても引き続き関連する展示を行っていただきます。ジャズとダンスの日本というテーマ、タイトルには世界的な広がりの中で日本やその周辺地域の文化がどのように変わっていったのか、それを捉え直してみたいという意図が込められています。歴史に興味をお持ちの方なら、ああそうか、日本や東アジアが近代化され西洋化されていったいわゆるモダニズムの時代に関する展示だろうな、そんな風に想像されるでしょうか。もちろんそのような面も含みます。しかし一方で、アジアで古くから受け継がれてきた暮らしぶりがそう簡単に変わるわけはありませんでした。にもかかわらず、伝統を重んじる人たちも新しい外来文化を積極的に受け入れようとしていました。今回の展示ではそういった面にも注意を向け、またダンスや音楽に関わることだけでなく、文学や建築、ファッションなどの分野に見られた動きを紹介したいと思っています。こういった文化の需要や変化を考えるとき、これまでは東京の歴史で代表させることが少なくありませんでした。それでは見落とすことも多いので、今回は関西をはじめとする地方が果たした役割に目を向けます。さらには当時外地と呼ばれていた地域に及んだ影響についても紹介したいと考えました。こういった文化の変化がヨーロッパや南北アメリカを含む世界の情勢とも関連する大きなうねりだったことが伝えられたら良いなと願っています。さて、実際にどんな資料が展開されるのか、その一部をご覧いただきます。文明開化、鹿鳴館時代以降、外交の場面、国際交流の機会には日本人も社交ダンスを踊ることがありました。ただ踊ったのは上流の人たちで、ダンスも古典的な音楽に合わせた宮廷風のものでした。ジャズという新しい音楽が東アジアにもたらされたのは今からだいたい100年前のことでした。西洋の音楽は楽譜で、あるいはレコードでも輸入されていました。外国航路に乗船客を楽しませるための楽団が乗るようになると、そういった船の楽師たちが立ち寄る港町で最新の音楽を聴き、耳で演奏を覚えてそれを日本に伝えるようになります。ミュージシャンが演奏する生の音楽は人々の耳を大いに楽しませました。そして男女がペアで踊る社交ダンスのための娯楽施設、ダンスホールという場でジャズは育まれていきます。1920年、横浜の近郊鶴見にあった遊園地花月園の中に舞踏場が開かれます。これが商業的なダンスホールの始まりで、外国航路でやってきた音楽家たちがジャズを演奏したらしい記録があります。関西でも神戸や大阪でジャズバンドの伴奏によってダンスを楽しむ人々が増えていきました。特に関東大震災の後は京阪神が洋楽洋舞の拠点となります。ただこの時代の事情を伝える資料はあまり残されていません。今ご覧いただいているのは
数少ない資料の一部で、当時の絵はがきやダンスホールで使われていたチケット、ダンス雑誌の広告などです。愛好者の集まりであるダンスクラブやカフェと呼ばれた飲食店などがダンスホールの営業を始めます。一方、宝塚少女歌劇や松竹楽劇部などが活動する場にもジャズ音楽が取り入れられていきました。内外の観光客が行き交う大阪の道頓堀。100年前、松竹座ではステージや映画の伴奏にジャズが取り入れられました。また現在は名物のうどんで名高い今井さんも当時は楽器店。お店の横には王子の街並みが再現され、サキソフォンも飾られています。服部良一ら新しい音楽に挑む若いミュージシャンが活躍の場を求めたのは、大阪では繁華街道頓堀の界隈でした。また京都や神戸にもたくさんの踊り場が開かれていきます。ところが日本の女性たちは他の人たちが見ている場で男性と体を触れ合わせてダンスを楽しむ勇気をまだ持ち合わせていませんでした。ダンスを踊りたい男性は多かったのですが、それに比べて女性の数が足りません。そこでダンスのパートナーを務める専門の職業ダンサーが生まれます。ダンスを踊りたい男性がチケットを購入し、1曲を踊るごとにチケット1枚をダンサーに渡す仕組みが取り入れられました。これは北アメリカ大陸で工夫され、シカゴで確立されたタクシーダンスホールという営業の形です。パートナーの女性を1曲が演奏される間、時間狩りすることからタクシーの語で例えられました。そしてこの仕組みが加藤兵次郎という人によって大阪に伝えられ、数年のうちには日本のダンスホールでも採用されたことが分かっています。今から100年前とはいえ、音楽やダンス、そしてそれらを支える仕組みが伝わる速度は結構速かったことが分かります。一方、保守的な考えを持つ人たちはダンスの流行に眉を潜め、ダンスホールのような施設の在り方を非難しました。警察も放任することはできず、1927年、大阪、京都のダンスホールはほぼ全て閉鎖されてしまいます。しかし、この弾圧がかえってダンスホールを他の地域に広げていくことにつながりました。大阪府や京都府で営業できなくなったため、ダンスホールは隣接する兵庫県や奈良県に広がり、翌年には震災から復興しつつあった東京にもダンスホールが生まれていきます。特に大阪千日前にあったダンスホールユニオンの関係者が東京の人形町に移り、大阪型の経営スタイルが東京に移植されたことは特筆すべき出来事でした。またジャズを演奏するミュージシャンたちも関西を出て他の地域で仕事を求めました。この後1930年代には日本全国にたくさんのダンスホールができ、ジャズ音楽はステージでのプログラムや飲食店の余興としても広く楽しまれるようになりました。レコードもたくさん発売されましたし、ジャズや社交ダンスの情報を専門に扱う雑誌も発行されました。当時は今のように動画による伝達はできませんでしたから、教師が身体を使って教えるしかないのですが、社交ダンスの教授所は都市部にしかありませんでした。教授所に通えない場合は本を読み、足形を見ながらダンスの踊り方を覚えました。英国から輸入されたテキストの翻訳も含め、たくさんの解説書が出版されています。建築家たちは最初の頃はビルのテナントとしてダンスホールを設計していましたが、郊外の広い敷地にダンス専用の施設を作るチャンスを与えられることになります。斬新な形が日本人建築家たちの手によって実現していきました。変わりゆく街の姿、新しい文化に身を投じる人々の様子、これらを文学者たちは小説や詩の中で克明に、あるいは繊細に描き出します。ダンサーを主人公にした新聞連載小説が映画化されることもありました。画家や写真家もダンスホールやダンサーを画題被写体に選びました。ジャズやダンスは日本人の生き方に新しい道を開き、交際を世界に広げる通路になるはずだ、そう期待されていたのです。
そして台湾や中国大陸の都市にも日本人が関わるダンスホールが数多く開かれ、欧米の最新の音楽やダンスが日本人の手によってもたらされます。洋風の音楽やダンスの人気に危機感を覚えたのは古くからある花街の関係者でした。このままでは座敷遊びや芸事は滅びてしまうと考え、芸妓や舞妓に洋楽やダンスのレッスンを受けさせるようになります。花街の少女たちも新しい音楽やダンスに触れて嬉しかったのでしょう。覚えも良かったと言われています。大阪南地では芸妓・舞妓によって河合ダンスが創設されます。彼女たちのステージは高く評価されましたし、サキソフォンで奏でた曲などがレコードに吹き込まれています。京都ではpon都町や宮川町の少女レビュー団が人気を博しましたし、社交ダンスのパートナーを務める芸妓が祇園にいたことも記録に残されています。1930年頃には花街の西洋化の流れは地方都市をも飲み込んでいきました。けれども現在の京都を思うとき、まさかpon都町の芸妓さんがかつて洋風のダンスを踊っていたなどとは想像できないかもしれません。それには理由があります。大阪の花街は第二次世界大戦の末期に空襲で焼き尽くされてしまいました。他方、戦争の被害が小さかった京都の花街でも第二次世界大戦後は伝統的であることを強く求められ、和のイメージを守り、洋風文化の要素をできる限り排除する方向で発展しました。そのせいか、大阪や京都の花柳界に生きる女性たちがステージダンスや社交ダンスを踊っていたことについては、現代の人たちの想像力が届かなくなっているのだと思います。今回の展示では、こういった花街における西洋化の取り組みについても紹介しています。もちろん花柳界の女性たちに限りません。一般家庭の女性たちの中にも社交ダンス愛好者は広がっていきます。けれども、そういう女性たちが特別に先端的な生き方をするタイプで、髪を短く切りドレスを着こなすような女性たちばかりだったと決めつけるのは間違いです。これは1927年頃の大阪のダンスホールで撮影された写真ですが、ダンサーのほとんどがまだ和装です。またこれらの絵はがきを見てください。洋装の男性が振袖をまとった女性と踊っています。この絵柄が象徴するように、日本で洋風の文化を受け入れる際には男性と女性との間に少し時間差がありました。もっともその頃にはもうモダンガールと呼ばれる女性が現れていました。洋装で断髪し眉を長く引く、そういった外見上の強い特徴を備えていました。けれども際立った特徴を典型だと考えて、その頃の都会の女性が皆同じような要望をしていたと思い込むのは控えておいた方が良さそうです。多くの女性が和装のままでダンスを踊ろうとしていた証拠に、着物や草履など和装用品がダンス向けに改良され商品として売り出されていたことが分かっています。一方で都市部での洋装化の勢いは強まり、この後5年ほどでダンスホールに勤務する多くのダンサーがドレスをまとってフロアに立つようになりました。北米由来のジャズだけでなく、タンゴやルンバなど中南米から伝えられた音楽も人気を集め、ミュージシャンも洗練されたテクニックで外来の楽曲を演奏できる水準に達していました。1930年代前半、この時期こそが日本型ダンスホールの最も華やかだった時期だったと考えられます。阪神間尼崎のダンスパレスや宝塚会館、京都の東山会館、東京のフロリダなど豪華で国際性を備えたダンスホールが多くの客を飲み込んでいました。最盛期にはいわゆる内地に50カ所、外地に30カ所、合わせて80カ所ものダンスホールがあったとみられます。けれどもこういった踊り場は日本が戦争に突き進んでいく中で圧迫を受けます。そして1940年前後に日本独自のダンスホールは消滅してしまいました。ジャズは軽音楽としてしばらく生きながらえますが、やがて1943年には米英音楽も追放されてしまいます。
戦災のためにほとんどのダンスホール建築は消失し、残ったものも戦後80年の時の流れの中で消えてしまいました。今回の展示で見ていただく資料は昭和戦前期の20年足らずに関わる資料ですけれども、その資料一点一点の中に当時の人々が抱いた希望やあるいは幸福の形を読み取っていただければと思います。ただこういったささやかな希望や幸福も世界規模の争い事の中ではいとも簡単に打ち砕かれてしまいます。そのことについてもこの際お考えいただければと思います。